Google コラボを用いた効率的な集計について説明します。集計に用いるデータは、前回と同じものを用います。また、今回はセールスからコストを引いた値をプロフィット列として追加しました。それでは、データを見ていきましょう。こちらがデータフレームコンバインド DF になります。項目列はデート、プロダクト、リージョン、セールス、コスト、カスタマー ID、ノーツ、プロフィットとなります。それでは、データを集計してみましょう。最初はグループごとの集計をグループバイ関数を使用して行います。プロダクト列でグループ化して、セールスの合計を計算します。データフレームコンバインド DF の後にドットグループバイと書き、カッコの中にグループ化するプロダクトを入れ、その次にリストにセールス。そして、ドット合計関数であるサムを記述します。それでは続けて実行します。すると、このように、プロダクトごとのセールスの合計値が計算され、表示されました。次は、リージョンごとのコストの平均値を求めます。やり方は同じです。グループバイ関数の中に分類列として、リージョンを入れ、その後にリストとしてコストを追加してドットミーンとします。これにより、リージョンごとのコストの平均値を求めることができます。続きを実行します。すると、このようにリージョンごとのコストの平均値を求めることができました。次は複数の列でグループ化し、複数の集計関数を適用して集計してみます。今回は、プロダクトとリージョンでグループ化し、セールスの合計と平均を計算します。この例では、グループバイ関数の引数として、リストでプロダクト、次にリージョンを設定し、集計列として、セールスを。計算方法として、アック関数の中にサムとミーンを記述します。続きを実行してみましょう。実行結果は大分類としてプロダクト、小分類として、リージョンが表示され、集計値としては、セールスの合計、平均が表示されています。次は、複数の集計関数を同時に適用していきます。この例では、プロダクトごとにセールスの合計と最大値プラフィットの合計と平均を計算します。分類項目としては、グループバイ関数を使用して、プロダクトを設定します。そして計算方法は AGG 関数で、トータルセールスとしてセールスの合計値をサムで設定し、マックスセールスには、セールスの最大値をマックスで、トータルプロフィットには、プロフィットの合計をサムで、AVG プラフィットには、プロフィットの平均をミーンで設定します。続きを実行してみましょう。結果は、このようにプロダクトの種類によって分類され、列には、先ほど設定した計算方法で集計され表示されています。次は、ピボットテーブルを使用して集計を行ってみましょう。ピボットテーブルは Excel で使用できますが、それと同じことが Python でも行うことができます。今回はリージョンを行に、プロダクトを列に設定し、セールスの合計を値としてピボットテーブルを作成します。最初に PD、ピボットアンダーラインテーブルと書き、カッコの中に使用するデータフレームとしてコンバインド DF。次に行にしたい列としてインデックスイコールリージョン。列にしたい列としてプロダクトを設定した後、集計したい値としてセールス。そして、集計方法として、AGG ファンクイコールサム。欠損値の補填方法として、フィルアンダーラインバリューイコール0と設定します。それでは、実行してみましょう。このように、行にリージョン、列に、プロダクトで集計値は合計でクロス集計されました。これがピボットテーブルです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 。これがピボットテーブ
最後にピボットテーブルを使用して少し複雑なクロス集計を行ってみましょう。リージョンとプロダクトを行、インデックスに。そして、セールスとコストの平均値を列としてピボットテーブルを作成します。ピボットテーブル関数の引数は、データとして、コンバインド DF。インデックスにはリージョン、プロダクトを設定します。そして、計算対象バリューズとしてセールス、コストを設定し、計算方法として平均ミーンを設定します。それでは、実行してみましょう。実行結果は、行としてリージョンとプロダクトに分類され、列には、コストとセールスで平均値が集計されています。このように、複雑な計算もピボットテーブルを使用すると一瞬で行うことができます。